社会保障制度について説明をします。社会保障制度とは、個人で備えるのは難しいリスクに対して国が中心になってみんなで備えようとする仕組みのことです。で、これが社会保障制度なんですけど、これだけだと社会保障と社会保険の違いは何なのかなとか、公的扶助とか公衆衛生とかいろんな言葉が出てきてよくわかんないってことになりがちです。で、今回はそうならないように社会保障とは何なのかについてわかりやすく説明をします。人間は生きているといろんなリスクと隣り合わせです。病気、怪我、親の死、失業、障害、加齢、年を取るってことですね。などなどです。で、これらのリスクが現実のものとなった時に、この人を助ける仕組みがなければ、即貧しい生活になってしまうってことになります。ですが、日本国憲法第25条にこのような条文があります。すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。このような条文があるので、病気、怪我、親の死、失業、障害、加齢などなどのリスクが現実のものとなった時に即貧しい生活に落ちてしまうっていう風にならないようになっています。どういうことかっていうと、このように健康で文化的な最低限度の生活の境界線っていうのを引くんですね。で、健康で文化的な最低限度の生活以下の生活にならないようにセーフティーネットが作られています。それが社会保険、公的扶助、公衆衛生、社会福祉です。で、これら4つのセーフティーネットのことをまとめて社会保障と言います。もう一回社会保障の説明をしますね。個人で備えるのは難しいリスクに対して国が中心になってみんなで備える仕組みです。で、なんとなく分かったかなとは思うんですけど、これだけだとまだよく分かんないと思うので、ここから一つ一つのセーフティーネットについて簡単に説明をしていきます。まず社会保険について説明をします。社会保険っていうのは確率が割と低いリスクに対してみんなで備えようっていうセーフティーネットです。どういうことかっていうと、例えば交通事故を考えましょう。交通事故って起こる確率はそんな高くはないですよね。でもそれが起きてしまった時の損失、損害っていうのはものすごく大きいじゃないですか。一方、他にもリスクがあって、例えば犬の糞を踏むっていうリスクもありますよね、生きてると。で、このリスクが起きる確率って多分交通事故よりちょっと高いと思うんですよ。で、じゃあ損失はどうかっていうと、明らかに交通事故より低いですよね。もうちょっと靴が臭くなるぐらいじゃないですか。で、こうやってリスクにもいろいろあるんですよ。社会保険っていうのは何かっていうと、確率が低いだけど起こってしまった時にものすごい損失が出る、そういうリスクに対して一人で備えるのは難しい。なのでみんなで備えようっていうものです。リスクに備えるためにみんなで少しずつお金を出す。で、リスクが現実になってしまった人に貯めたお金をあげる。これが社会保険です。じゃあ次、公的扶助について説明をします。公的扶助っていうのは生活保護のことだと思ってもらって大丈夫です。で、さっき日本国憲法の説明のところで、全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するっていうふうに言いました。なんだけど、実際には自分の力だけでは健康で文化的な最低限度の生活を営むことができない場合もあるじゃないですか。で、その時に、それってでも自己責任じゃないのっていうふうに考えることもできますよね。そんなんね、健康で文化的な最低限度の生活ぐらい自分で何とかしろよって思う人もいるわけですよ。でも日本国憲法にはこう書かれているので、日本ではそういうふうに自己責任だっていうふうに考えないんですよ。で、そういう自分の力だけでは健康で文化的な最低限度の生活を営むことができないっていう人に対して最低限の、要は不足しているお金をあげるっていうのが公的扶助です。もう一回言います。自分の力だけでは健康で文化的な最低限度の生活ができなくなった人に不足分のお金をあげて自立を助ける。これが公的扶助です。あくまで不足分のお金をあげるということに注意をしてください。で、目的は自立です。次、公衆衛生について説明をします。健康で文化的な最低限度の生活をする上で、例えば感染症のリスクってありますよね。
で、なんだけど、その感染症のリスクに備えるために、例えば僕が一人で水道の整備をしたり、食品の安全性をチェックしたりっていうのは無理じゃないですか。一人でやるの無理なんですよね。だからそういう感染症などのリスクに対してみんなで備えようっていうのが公衆衛生です。だから公衆衛生のためのお金ってどこから出てくるかっていうと、税金から出ています。人々が健康で安全な生活を送れるようにするために環境衛生を整えたり、感染症の予防をしたりする。これが公衆衛生です。最後、社会福祉について説明をします。社会福祉とは、世の中にはハンディキャップを持って自分の力だけでは健康で文化的な最低限度の生活を営むことができない人がいます。例えば高齢者の方は体を動かすことができなくて、自分一人で生活できなくて、健康で文化的な最低限度の生活を営めないっていうことがあります。他にも障害を抱えている方は自分一人の力だけでは健康で文化的な最低限度の生活を営むことができない場合がある。他にもちっちゃい子供もそうですね。自分でお金を稼ぐことができないから自分の力で健康で文化的な最低限度の生活を営むことができない。こういうふうにいろんな形でハンディキャップっていうのを抱えて生活しているっていう人がいます。そういう人たちが健康で文化的な最低限度の生活をできるように支援しようっていうのが社会福祉です。ハンディキャップを持つ人も健康で文化的な最低限度の生活ができるようにお金やサービスを提供する。これが社会福祉です。はい、以上、社会保障の4つのセーフティーネット、4つの柱について説明をしました。もう一度まとめます。社会保障とは、個人で備えるのは難しいリスクに対して国が中心になってみんなで備える仕組みのことです。今回の動画では社会保障とは何かについて説明をしました。もっと詳しい説明はブログに書いてありますので、もしよかったら読んでください。こうやって社会の分かりづらいところについてなるべく分かりやすく簡単に説明をする動画をこれからも上げていこうと思います。このチャンネルがいいなと思った人はグッドボタンもしくはチャンネル登録お願いします。今後も頑張ります。